自然な手というのは遊んでる駒を使う手とかが自然な手、あとは王様を固める手とかですね、王様を守る手と遊び駒を使う手っていうのは、悪い手になりにくいんですよね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。今回はですね、後手番一手損角換わりに対してね、私がどう指すのかというのがポイントとなりました。序盤から中盤にかけての考え方や、優勢になった後ですね、終盤の勝ちに持っていくまでの組み立てなどをぜひぜひ皆様の対局のね、参考になればなと思っております。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、それではね、対局の方を振り返っていきたいと思います。本局、私の先手番ですね、7六歩、3四歩、2六歩、3二金、2五歩に8八角成と、そうですね、この角交換が一手損角換わりと呼ばれるね、指し方ですね。同銀に対して2二銀と上がりまして、よくね言われる通常の角換わり、先手番が誘導するんですけれども、先手番が誘導する角換わりですとね、7七角と1回上がって、同角成同銀って形で一手で角を上がる形で角交換をしますと手の損得はないんですけれども、この場合後手の方からね角をダイレクトに交換してますので、実はねこれね先手番はただでさえ先手で1手多く指してるんですけれども、さらにね交換で1手得しているということで、そういった意味でね、1手損する角換わりということで1手損角換わりと言われております。でこの1手損角換わりはですね、もちろん手を損するんでね、そこの部分では損につながることもあるんですけれども、後手番でね使うことができるというのが結構大きなねメリットだと言えると思いますね。先手番、先ほど言ったようにね、通常の角換わり先手は先手が誘導するんですけれども、この1手損角換わりはね後手番を持っていても、先手がね居飛車党の方であれば、先手の居飛車に対して採用することができるのでね、後手番で自分のペースで戦いたい方、角交換の将棋を指したい方にねおすすめの戦法と言えると思いますね。で実戦、8八角成同銀2二銀に対して7七銀と、これ2四歩といきますとね、同歩同飛車に、3五角と、打つ手がありまして失敗します。これはね部分的な定石であるところですね。飛車を寄っても金に紐がついてますので5七角成と馬を作られてしまいます。ですので2四歩とはつけないのでね、7七銀と陣形を整理しまして、で相手の方は3三銀で4八銀6二銀。さあ先手はね、後手番かこの一手損角換わりに対して、どのような対策があるかというところなんですけれども、通常の角換わり戦のように4六から4七銀と上がって腰掛け銀のように指し方もね当然ながら有力ですね。で本局は3六歩とつきまして1四歩1六歩4二玉4六八玉6四歩と、この時にですね3七銀と、これがね早繰り銀と呼ばれる銀の使い方ですね。4六歩から4七銀ですと腰掛け銀、もっと言えばねこの4銀を3八から2七に上がれば棒銀ですね。この2六銀と上がれば棒銀の形、本局の3六歩から3七銀は早繰り銀と呼ばれる形になります。比較的やはりね腰掛け金に比べると急戦志向ということで、対局中のね対局編の時の実戦の最中も言ったんですけれども、一手損角換わりは先手がね手を得するところがねメリットではありますので、先手番の一手と相手が角を交換してくれた一手、そのね一手半ぐらいの感覚ですかね、その一手半を使って速攻を仕掛けて、優勢に持っていこうという考え方ですね。で3七銀に対して相手の方6三銀で、4六銀と出まして5四銀に3五歩と、ここはねもう一手5八金右とか、7八玉といった手も、考えられるところですけどね、もっとね固める手はありますが、最初に言ったようにね、手得を生かして、少しでも早く攻めようというね今回は、テーマで3五歩といきました。7八玉は5八金右もね一局の将棋で普通の手なんでね、互角の戦いとなります。で3五歩に同歩同銀と。でこれ相手の方がね2二銀と引いたんですけど、この手はちょっとね珍しい手というかね、6五歩と突っ張っちゃう手もあるところなんですよね。これで2四歩と突くとね銀交換になる形なんですけれども、例えばね同歩同銀
同銀同飛車2三歩とね受けて2八飛車に、これでね、銀交換にはなってしまうんですが、この時にね最後に6四角と、こういう展開もね、有力だったかなと思います。もちろん銀をね剥がされてしまうのは後手としては不満ですけどね。ただ本局のように銀が下でね壁になるよりはこれでね、下のコビを狙うという指し方もね有力ですよね。例えば3七歩と受けば3六歩とこういう打ちをかけるような感じでね、これはちょっと先手危険なんで、おそらく銀を投入することになるんですかね、4六銀とか。後手陣もね手薄い形なのでね、それほどこれで後手がうまくいってるということはないですけれども、こういう展開もね、一つ考えられたかなとは思います。実戦はこの局面でですね2二銀と、これはね部分的には受けの手筋ですね。本局のように2四歩同歩同銀と来た時に、銀交換にならないようにしてるということですよね。2三歩と受けて3五銀で、こうしておいてから6五歩と。ここはね先手としても悩むところでしたね。銀を交換避けられましたけど、逆に言うとこの銀が威張ってますんでね、このまま何か本局は6四角に1八飛車とね、ちょっと我慢する形になったんですけれども、このままね、攻める手があればいいんですけどね、なかなか難しいですかね。相手の陣形も低いのでね、例えばこう5八金と上がって6四角に例えば4六角とかね、こういう感じで強く戦えればね同角同歩と並びにつける。ただこれ5五銀と出てくる手があるんでね、結構ね先手も怖いですよね。3七角だと3六歩と打たれますんでね、後手もね壁のね繰り返しですけど壁の形なんでね、それほど言われたわけではないですけど、先手もなかなかこう命がけというかね怖い形になるかなと思います。実戦は7八玉とね王様をかわしまして、6四角は打たれましたけど1八飛車とかわしておいて、歩を2枚持ちましたしね、相手の銀が壁銀なんでね、こう我慢しておいても不満がないというところですね。でここでね相手は4五銀が出たんですけど、この手はどうでしたかね。何か5二金と上がった方が普通の手でしたかね。これだと大体5六と突いて、一例上げますとね、これで7四歩なら4六銀と引いてみたいな感じになるんですかね。これで、先手は今日みたいに5五歩とぶつけていくようなイメージになります。実際4五銀とね、これはもうかなり積極的に、場合によっては飛車をいじめてやろうという手なんですけれども、ここでね私もねすぐ6三角取ったんですけど、5八金右と上がっとく手もありましたね。これもう一手ね、こっちの方がより良かったかもしれないです。こうやっといてね、もしね3六銀ときて、これちょっと一見ねこう流れて怖そうなんですけど、この瞬間に打つとねこの方が本拠よりね明らかに得ですよね。これ2七に銀が成れないですし、こう角道を止めようがないのでね、これ銀がもう身体実は極まってますよね。これ困っちゃってますよね。なので、実際ね多分5八金と上がると相手方もねここで6二飛車とかこういう手が一手必要になるんですけどね、これならね先手の方も不満がなかったと思います。例えばちょっと手筋なんですけど5六歩と突いて同銀なら4六銀引くとか、3六銀なら4六銀と引くとかね、あるいはここでちょっとね、2八角と打つような合わせるような手もありますかね。同角成同飛車でもう一回角を打てばね4六銀とぶつけるとか、一回こう縛ることでね、強く戦えるので、もちろんね、6二飛車と回られちゃうと6三角が消えちゃうんですけれども、一回5八金右も私の方が有力でしたね。いずれにしろ相手の方でちょっとこの6三に傷を抱えた段階で4五銀は若干危険だったかなと思います。実際は6三角と打ち込みまして、5四銀9六角成と馬ができたんですけどね、ただ9四歩と突かれてみると私の馬は結構狭いんですよねこれね。で、8六歩と突きまして9五歩に8七馬といたんですが、8四歩と突いてここはどうですかね。結構馬をできましたけど、相手の方もね、銀出てくる筋はなくなりましたけどね、この馬がそれほど働いてない、むしろ飛車でね、攻撃できそうなので、この辺りは後手もねまず打った手が一手早かったかなというのはその辺りですよね。で実戦はここで、4六銀ときました。で7四歩5六歩と、さあここでね3三銀とね、これも壁銀を直して自然な手なんですけど、どうでしたかね。7三桂とかもう頑張っちゃう手もありましたかね。これでねもう桂馬の傷を抱えた段階で桂馬を使うのは怖いんですけど、
こう備えておいた方が、もしかしたら良かったかなと。これでももしかしたらね7五歩とこれでもいく手はあるかもしれないですけどね、同角に同歩なら7四歩、同角なら5五歩と追って銀が引けば7六銀とかね、かなり後手も怖い思いね、これ壁なんでねするんですけどね、実戦はねここで3三銀ね上がったんですけど、この瞬間にね私の方から動く手がね生じたんですよね。やはりねちょっとかなり戻るんですけれども、3五銀の時に2二銀と引いてね、部分的な形受けの形ではあるんですけれども、やっぱどっかでこうもう一回銀上がる手が必要になるっていうのがね、やはり壁銀という形のね、悩ましいところというかね、表面上は大丈夫そうでもね、後々こう一手使ったことによって実戦も動かれてしまったので、やはり壁銀が響いたとも言えますね。実戦は3三銀に対して7五歩とね、これがもう、勝負に出た手でね、このやっぱ馬がねこのまま角が安定して、例えばこういうような感じになりますとね、角対馬であっても、後手の角の方がね働きが良くなってくるので、ここはね、7五歩と動いていきました。で同角なら5五歩とついてね銀を引いて5五歩、この方が後手も良かったかもしれないですね。実戦は7五歩に同歩と取ったんですが、5五歩とつきましてね、これも銀を引いた方がね良かったかもしれないです。同銀と取ったんでね、6五馬とここに来た時にこれがかなり、受けにくかったですね。馬がこうここも傷をね自玉の上を突き捨てて傷なんですけど、それ以上にこの角と銀がどう支えるのかというのが結構厳しい状況になりましたね。4六銀なら6四馬、ここからね私がはっきり優勢になったかなと思います。両方助ける手がね難しいんですよね。例えば4四銀とかありましても、やらかかってもね5六歩と打つ手が結構ね、これが皮肉な一手というかね、取ってくれれば同角とかで助かるんですけどね、これで銀を取れば角を取ると。実戦もね5四歩とついて、この時もね実はね5六歩と打つ手もありました。実はこの時もこの方がねよりきつかったかもしれないです。これちょっとね冷たい手なんですけどね、冷たい手っていうのはなんていうんですかね、手堅すぎて激辛流とも言えますかね。これもあったと思うんですね。これ取れば王手飛車という、こっちの方が良かったですね。これね実戦動画も悪くないんですけどね、これも実戦こう駒得なんでいいんですけど、よりね歩を打った方が一手で困ってたかもしれません。これで実戦は同さん、これでも優勢です。同角なら銀取れますしね、同飛車同馬でね、同玉ですと8三飛車でね王手桂取りがかかるのでね同角と取ったんですが、5五銀と取ってね、これはパッと見た感じでもねはっきり優勢ですよね。飛車角交換に、銀のおまけがついてますからね、ここははっきり優勢で以下はねもう順調に押し切ったという内容なんですけど、大盤でねじっくりねこうどう勝ち切るまでがねやはり将棋は難しいんでね見ていきたいと思います。実戦はこれで、7六歩とねついてね、で同銀、2七角と優勢を意識してるとこういう手も嫌ですよね。両取りがかかってねこうやっぱ駒をね得してるから取られたくないって意識が働くんですが、やはりね冷静に、渡していい駒とね渡しちゃいけない駒はどれをねさばいてどれをね取らせないように指すかっていうのを判断するのが大事ですね。この場合も飛車金両取りですけれども、この金を取られるのはねやはりただで取られちゃうのだけは許せないと。で5八金と5八金右と上がりましてね、飛車は取られても同香で、先ほどまでね働きのなかった飛車ですから、それが持ち馬に乗るというのはね先手にとっても不満がないということでね、この前5八金右とね上がるのが結構洒落た手、4八飛車でも悪くないですけどね、もちろん局面が許せなくて4八飛車でも悪くないんですが、5八金右のがね手順にこう王様を固めましてね味のいい点になりますね。で5八金に4五角ね、これでも相手方非常に強いですよね。飛車取っちゃうとかえって紛れがなくなる、相手の遊びの飛車をさばかしちゃうんで、これをさばかせないようにして馬の力でね粘ると。実際この馬でかなり踏ん張られましたからね、もう最後までこの馬で頑張りましたから、相手方のねこの角から角成りはさすがという手順ね、相手方三段の方でしたかね、さすがという手順です。で4五角成に私は4六銀、そして5四馬とあくまでね馬で頑張ってきました。で7七銀打ち、これはねちょっと激辛流のような手ですけどね、6五銀打ちと打ってもいいんですけど、こう打つとね先手を取れそうでも4四までねまたこれ香取りになってくるんで、これも悪くないですけどね、5五歩でも打ってればこれよりはどうせね、打って馬寄られて歩受けるんだったらもうじっと打ってこっちの形がいいんでね、ただこれは鉄板ですね。これで、銀得ですからね、実戦は相手方8五歩と、これ相手の方はねちょっともう銀1枚損してますが、それほど手段がないんでねやむを得ないです。
例えば5五歩、これはやっぱ飛車取ってくださいと、取ってくれた方がすっきりすると。で相手の方は5五に対しても6三馬と引いたんですけどね、これは飛車取らない方が、これ馬消えちゃうとねすぐ8二飛車で崩壊しちゃうんでね、この辺り本当粘り強いです、6三馬でね。ただし3七桂と、優勢な時はね、よく自然な手を指すっていうのがね、一つ目安になるんですけど、指し手のね方向性としてのですね。ただこれやっぱり自然な手というのは遊んでる駒を使う手とかが自然な手、あとは王様を固める手とかですね、王様を守る手と遊び駒を使う手っていうのは、悪い手になりにくいんですよね。で3七桂っていうのも寝ている桂馬を使う手でね、味がいい手です。で相手まず6二角と、辛抱ですね。辛いですよね。でこれで私は1五歩とね、慌てる必要はないんですよね。これ今8五歩と取っといても優勢ですしね。で、1五歩に対して相手方は8六歩と取って、これも手抜いてもいいですけどね、やはり同銀と取る方が手堅いでしょう。同銀と応じまして、で3六歩とね桂取り打ってきたんですけど4五桂、この3六もね打ちたくない手ですけど、相手のね先手から攻めてこないと後手も駒が入らないんでね、歩を打って呼び込んでね、勝負したんですけどね。ただ2四銀に3三歩と打って、はっきり優勢ですね。自然な攻めです。金が寄れば、1四歩と取ればね、また1三歩成の攻めが当たってきますのでね、やめず、後手は同桂と取ったんですが、同桂成と王手をしまして、この時ね同玉の方がまだ良かったかもしれないですけどね、同玉でも2一飛車と打って金香両取りになるんでね、結局厳しいでしょうね。ただ同銀だったんで、5四桂が入ってね、これで一息というかね、ようやく安心ですね。これでやっぱ大負が取れてしまえばね、万が一の負けがない、局面になっていきます。実際5二玉に、6二桂成、同馬5四歩とね、自然ですね、プレッシャーをかけていきまして、もう馬消えるとねやはりプレッシャー減りますね。あとはこの馬だけですね、気をつけるべきはね。で4二銀と引いたんですが、3三歩、この手筋ですね。金が同銀と取れば一手変わりますし、同金なら上ずってね2一飛車や2二飛車が厳しくなります。実際は3一金と、頑張ったんですが7七桂と、ここはもう優勢になるとね勝ち将棋折りのごとしになっていますが、いっぱいいい手が出ますね。次6五桂と飛ぶ手がきつくなります。それに対してね3七歩成となりまして、同銀、5七歩と、手筋ですけどね、金を寄りまして、で5六桂と、ここからはねもう見切っていきます。これで攻めやってもいいんですけどね、この打たしてから5七金4五桂と打たれるんですが、今度はすっきり桂馬を取ってしまってね、3七桂成と銀を取られてもね、そっぽの銀を取らせて、その間にね金が出て桂馬を取ってね、これで6五桂と飛びまして、万全の体勢ですね。6四銀と手が受けたんですけど、7五銀左と上がって、これはもう解説しなくてもね、同銀なら同銀でよし、実際6五銀と取ったんですが、同銀と取りまして、で、4四馬と、攻めても活用ですけれども、5三銀いよいよ、収束に向かいます。同銀同歩成、同馬、そして6四銀左と、そうですね、同馬なら同銀でよし、実際は7一馬と引いたんですが、3二銀、ここはもう本当にいろんな手があるところですね。こちらから攻めているので強撃でこっちを削る、同金なら同歩成という手がなくなるということです。で3二銀に対して4二金と上がったんですが、5三歩とで、今ね角打っても詰みがありましたね。今見るとね角打って飛車玉引いて飛車が簡単な詰みでした。ここは詰まさなくてもということでね、同金で、5四歩とで、簡単な詰みだったら詰ました方が早かったんですけど、これでも受けなしですね。で、5四歩に対して、6四金同銀、6二金と上がったんですが、4一銀ならず、これはね同玉ですと3一飛車と打って持ち駒に金を持ってますからね、同玉3二金王様上がれば5一金で王様寄って3二歩成までの詰みです。実際4一銀ならずに対して玉を引いたんですけれども、角を打ちまして7二馬に5二金と打ちまして、
まあ、同金でしたら同銀なり、まあ私はそんな安全なのでね、もう何をやっても極端なこと言うと着実に剥がしていれば負けのない局面ですね。同馬に、まあこれも詰みはねあったと思うんですけどね、まあ7四桂と、まあ着実な必至ね、もうこれは飛車金持ってるから受けがないのでね、この桂打ちを持ちましてね、相手の方の、投了となりました。まあ今言ったようにね、これで、先手の王様は、まあかなりね、まあ金銀3枚渡しましたけどね、金銀3枚に桂馬でもね、王手が続きませんし、後手の王様はね、もう金桂飛車桂持ってて、この形で受けがないということで、投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。まあ、一手損角換わりという戦法はですね、まあ結構プロでもね、スペシャリストがいるような、まあ、後手まで使えるというね、優位性を持ったね、とても有力な作戦です。なかなか先手としてもね、うまく指していくのは難しいところもあるんですけれども、まあ、本局のね、指し方が皆様のね、実践の参考になればなと思っております。